コストのパフォーマンスね。でも基本はやっぱりマグロ中心っていうのはやっぱ、テーマですよね。マグロはそうですね。今のところは美味しいものをやっぱり出していきたいし、王道ではなるべくいきたい。東海でマグロこんだけ食べれる店ないと思うんで、はい、結構しっかりめの食感だ。芯はすごい柔らかい。あ、ちょっと木の芽が爽やかで美味しい。弟さんから見て、はい、お兄さんはどんな方ですか？逆らえないですね。逆らえない。でも仲良さそうに見えますけど。仲はいいと思います。ただまあ別にプライベート一緒に行動するかって言われたらそうではないですけど。2人のこのお店での役割分担っていうのは、はい、基本料理、寿司みたいな感じですね。そうですね。場所的にもそうですね。一応2人とも握れるんですけど。ずっと料理なんですか？僕ずっと料理です。あ、そうですか。本当に高校の時に兄貴のところで手伝わせてもらってから、まあ大学までは行ったんですけど、まあ料理学校とかお寿司学校、寿司学校一応行かせて。まあ大体30秒程度ぐらいちょっと香り付けで入れて、その後に垂らしていただきます。海苔めっちゃうまいですね。なんか不思議な感覚。ちょっと青さが強いですね。いや、こんだけ結構乗せてるから、はい、しょっぱい系かなと思ったんですけど、全然しょっぱくない。優しいですね。すごい。ちょっと熟成のなんていうか、ねっとり感が、はい、回ってますね。カンパチ、まあ寝かさなくてもね、美味しいんですけど。ザクザクしすぎてないというか、衣もそうですね、油をまとったっていう感覚っていうか、細かいですね。細かいパン粉を使ってます。仕入れは市場的には、どこで仕入れ？まあ柳橋もありますし、まあこの北水さん、はい。
ふかふかですね。うまくないわけがないです。トロのこってり感とウニのこってり感、そこにキャビアのエビ。マグロ美味しいですよね。美味しいです。甘いですね、ふわふわで。甘い。ふかふかのふわふわ、海の味がするというか、はい、ちょっと塩味があって、でも基本はやっぱりマグロ中心っていうのはやっぱ、テーマですよね。マグロはそうですね、今のところは、20年近い付き合い、一番年も近いし、昔からプライベートにしてくれて、めちゃくちゃ安くてありえないですね。利益マイナスぐらいで、マグロって結構ウェイトが重いじゃないですか、金額仕入れ、でほとんどがそこでやっぱり安くできるんで、他のものはすごく高くてもいいものを入れてますね。なるほど。ねっちりしてる。寝かせてますね、少し。そうですね。シャリの硬さをすごい感じます。結構硬めに。はい。タレうまいっすね、やっぱ。なんかちょっと名古屋に旅行気分の感じの名古屋飯、脂乗ってて美味しい。これはだからシャリじゃないですもんね、白米ですもんね。口どけがすごい。でもやっぱフレッシュ感すごいありますね。ちょっとサクッと感があってコテコテしないんで。コテコテしないですね。真冬のこってりだとこんな関数はあんま食えないと思うんですけど、はい、爽やかですね。でもマグロ好きな方は絶対東海でマグロこんだけ食べれる店ないと思うんで、シャリもかなり個性的なんで、赤酢で硬いの好きな方は結構いいと思う。ちょっと甘めの甘め、甘酢っぽい感じ。予約はどうやったら取れますか？今食べログの予約かテーブルチェック、インスタの DM でも作ったります。それはもう OK です。定休日は？定休です。定休で、お任せは1本で13,200円からですね。からチキンやって。ちょっと深刻感ありますね。まだ淡い感じです。淡い感じが。
シャリめっちゃ感じますね、やっぱイカだと。いやでももちろんマグロのイメージでいろいろ今日マグロ出るんだなと思ってたんですけど、イカとかああいうのが地物ネタだったじゃないですか。結構海外のお客様とかも喜ばれるんですよ、自分のお酒も名古屋の愛知県を使うとディスズローカルっていうのがそうですね、結構テンションする。このちょっとあえて骨っぽい感じっていうかワイルドな感じが男前ですね。サクサクしてる。うまい。ちょっと強め。味しっかり。パワーヒッターだな。うわー、これお酒案件。しっとり。こっからですよね、秋冬ですよね。これでもやっぱあっさりしてるというか、まああっさりしてしっとりしてますね。けど、まあいい油ですね。上品ですね。結構しっかりしてる。でかい。結構大きいです。でかい。今年ちっちゃかったんですけど、これでかい。食べ応えあります。ボストンの全部かんぴょうがあるとちょっと食感と味のアクセントになりますね。この煮切りがちょっとまあ薄いと優しめの味。濃くないですね、やっぱ。かんぴょうはすごい濃く煮てるんで、そこで調節してるんだ。なるほど。卵も最後に出す卵なんで、もうほんとスイーツっぽくデザート感覚で。金色ラオウ。金色のラオウ。いかついっすね。いかついですよね。やっぱほんのり甘いですね。甘さがある。全然食べ疲れしない感じですね。なんかほんと個性的、このシャリは。
手前がボストン、奥が大間。これ軽く漬けですか？軽く漬け、はい、一瞬だけ柔らかいですね。個人的にはボストンの方が分かりやすいです。味がうまい赤身の寿司食ってるっていう感は、僕はボストンの方が感じました。で大間の方がやっぱ繊細ですね。ボストンの方が蛇腹感はありますね。筋が強い、つるっと感がやっぱ好きですね。シャリかなり個性的ですよこれ。はい、面白い。筋がうまい。ちょっと太い方がうまい感あるんですよね、自分は。やっぱ繊細、ボーマは優しい感じが優しい感じ。もちろん味濃いんですけど。衣はもうちょっと全体についてて、カツにして、パンで挟んで。うますぎるわこれ。もうこれはもうシンプルに分かりやすい。醤油とみりんの味付けですね。うまっ。醤油ベース。これでもその日のマグロによっていろんな産地とかタイミングがあるじゃないですか。なんで調理方法は同じだけど味がやっぱり時期によって違ったりとか。このパンの薄さもいいですよね。そうです。やっぱこっちの方が筋っぽい。カツサンドはこの部位の方がいい。やっぱりいいですね。合うですね。そうですね。ストレスがないですね。寿司奥さんのこだわってらっしゃるところとか大切にされてるところっていうどんなところですか？まあ美味しいものをやっぱり出していきたいし、王道ではなるべくいきたい。オリジナリティも出しながら美味しいのを出していきます。握りだけじゃなくてカツサンドとかホタテの磯辺揚げとか結構クリエイティブなものも多かったのでごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。泥の中にいる微生物がうまみ成分のアミノ酸を作ってる可能性があるんじゃないかと言われてて、酒とみりんとこれとで、漬け地作ってそこに、時期に合わせてジンザエ門をちょっと出します。